皆さんこんにちは、オッキーです。今日は私の一押しのチョコレートチップクッキーのレシピをご紹介します。これぞアメリカのお菓子という迫力サイズのリッチなクッキー。美味しいことは間違いなし。どうせ甘いものを食べるならそのカロリー分の価値のあるものを食べたいですよね。材料は概要欄にも記載していますので参考になさってください。バターもお砂糖もたくさん使いますが、この分量で直径8センチぐらいの大きなクッキーが36枚程度できます。必要な材料はシンプルに粉類、砂糖、チョコレート、卵、バニラエッセンス、バターです。バターと卵は室温にしておきます。天板にはパーチメントペーパーを敷いておきます。パーチメントペーパーは日本のクッキングシートとほぼ同様のものです。焼き上がったクッキーがくっつかないために敷いておきます。混ぜる作業は途中までハンドミキサーを使います。まず粉類を量ります。アメリカンベーキングでは粉はカップで量ります。容器の中でよく攪拌して空気を含ませてからカップですくって押し込まないようにすり切って量ります。アメリカの計量カップについてはこちらの動画で解説しています。よろしかったら参考にしてください。小麦粉2カップ。今日はアメリカで一番一般的なオールパーパスフラワーを使っています。グルテン分が9から 12% ぐらいの中力粉に近いものです。薄力粉でもクッキーは作れますが、仕上がりの食感が微妙に違ってくるかもしれませんので、あれば中力粉を使いましょう。ベーキングソーダを量ります。小さじ1。ベーキングソーダについてはこちらの動画で詳しく説明しています。塩を量ります。小さじ1。塩は他の素材の味を引き立て、クッキーの甘さを引き締めてくれます。泡立て器で粉類をよく混ぜ合わせておきます。砂糖を量ります。まずはグラニュー糖1カップ 200g。砂糖の量と種類はクッキーの質感を大きく左右しますので、甘さやカロリーを抑えたいからと勝手に減らしてしまわず、レシピ通りに量りましょう。ダークブラウンシュガー1/2カップ。カップに押し込んで量ります。日本では黒砂糖で代用できます。2種類の砂糖をよくほぐして混ぜ合わせておきます。ブラウンシュガーや黒砂糖はダマになりやすいので、必要であれば合わせる前にほぐしておくといいでしょう。カチカチになってしまったダークブラウンシュガーはレンジで10秒ほどチンするとほぐしやすくなりますが、溶かしてしまわないように気をつけましょう。最近は粉末タイプの使いやすい黒砂糖もありますね。混ぜ込むためのチョコレートを刻みます。ここで使うチョコレートはお好みのもので、ただおすすめなのは全て同じサイズのチョコレートチップを使うのではなく、板チョコを刻んで使うことです。今日は家にあったものをあれこれ混ぜて使っていますが、これはお好みのもので OK です。板チョコを刻みます。まな板の上に紙を1枚乗せておくと、後でボウルに移す作業が楽にできます。チョコレートやナッツを刻むときに私が愛用しているのがこのウストフの波刃の包丁。切れ味抜群です。波刃の包丁というとパン切り包丁がありますが、この包丁はオフセットといって持ち手の部分が上に上がっているので、握った時に手がまな板に当たらず、とても作業がしやすいのです。チョコレートはわざとちょっと大小サイズのばらつきがあるように刻みます。お好みでもっとゴロゴロっと大きい塊を残してもいいかもしれません。クッキー生地を作ります。これで材料が揃いましたので、生地を作っていきましょう。大きなボウルに室温で柔らかくしておいた無塩バターを加えます。室温で柔らかいというのは指で押してみて
へこむぐらいの柔らかさです。硬いと混ぜるのに時間がかかりますし、逆に柔らかすぎると生地のボリュームが出ません。これはちょうどいい感じ。ハンドミキサーでまずはバターを軽くほぐします。ここに砂糖を 2,3 回に分けて加えていきます。一度に加えるよりも混ざりやすいです。途中ゴムベラで飛び散った生地をきれいに拭います。卵を加えます。バターと砂糖がよく馴染んだところに卵を加えます。まずは全卵1個。卵は1個ずつ小さいボウルに割ってから加えます。大きいボウルに直接割り入れると殻が入ってしまった場合に取り出しにくかったりします。時々ボウルの側面をヘラで拭います。よく混ざったら次に卵白1個分を加えます。同じように小さいボウルに割ってから加えましょう。バニラエッセンスも加えます。小さじ1。アメリカンベーキングではバニラエッセンスをジャブジャブ使います。日本だと目薬みたいに数滴入れる感じなので、初めは驚きますよね。またよく混ぜます。卵白のニュルっとした感じがなくなるまで。混ぜる作業が多いことと全体の量が多いので、やはりハンドミキサーが頼りになります。粉類を加えます。このあたりでオーブンの予熱も忘れずにしておきましょう。ここからはゴムベラに持ち替えて作業します。粉類を 2,3 回に分けて加えます。粉っぽさがなくなるまでよく混ぜ合わせます。生地がかなり重くなってくるので、しっかりとしたヘラを使いましょう。私は以前この作業中にプラスチックの柄のヘラをパキッと折ってしまったことがあります。ほぼ全体が混ざったら刻んだチョコレートを加えます。チョコレートを混ぜ込みます。大小さまざまなピースがあることで、焼いている間に溶けて生地と一体化するもの、ゴロゴロとした塊のままで残るものなど、一口ごとに変化のある味と食感を楽しむことができます。はい、これで生地の完成です。クッキー生地を天板に並べます。この時に活躍するのがアイスクリームスクープディッシャーです。これはオクソブランドの40というサイズ。軽く盛り上がる感じにすくって天板に落としていきます。こうすることでクッキーの大きさが揃いますし、綺麗な丸い形になります。何よりも手が汚れず作業が手早くできます。ハーフサイズの天板に12個並べます。焼くと広がるタイプのクッキーなので、必ず間隔を空けて並べましょう。これであとはオーブンに入れるだけ。ところでこのチャンネルでは、私オッキーのニューヨークでの生活とアメリカンベーキングのレシピなどをご紹介しています。よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。さて、
オーブンも温まったので焼きましょう。焼き時間は15分から18分ぐらいです。はい、焼けました。焼きたてはまだ柔らかいです。ちょっとくっついちゃったところがあるので切り離しておきます。金網に移して冷まします。ほら、チョコレートがゴロゴロ盛り上がっていて美味しそう。ほらね。冷めてくると端の方はカリッと硬くなります。でも中はしっとり。Crispy on the outside, chewy on the inside というのはアメリカ人がよく美味しいクッキーを形容するときに使う言葉です。まさにそんな感じで、外側はカリッと、中はしっとりしています。もう一口食べようかな。いや、その前にコーヒーを入れてこようっと。ところで、今日作った生地の分量ではまだあと20枚以上もクッキーが焼けます。もちろん一度に焼いて食べちゃうことも、お友達にプレゼントすることもできますが、私は残りの生地を冷凍保存しています。残った生地を先ほどと同じ要領でバットなどに次々と落としていきます。ここでは間隔を空けて並べる必要はありません。バットにいっぱいになったら蓋をして冷凍庫へ。こうやって並んでいるとなんだかチョコチップアイスクリームみたいですね。生地を全部きれいに使い切ったら全部で37枚分でした。25枚分は冷凍です。カチカチに固まったらジップロック袋などに移します。こうしておけば場所も取りません。これでいつでも食べたい時に食べたい枚数だけ天板に並べて予熱したオーブンで焼くだけで焼きたてのクッキーが楽しめます。いっぺんに焼いちゃうとついつい食べ過ぎちゃうので、そういう点でも冷凍保存はおすすめです。焼くときは生地が冷たい分少し焼き時間を加減してください。このチョコレートチップクッキーは美味しいレシピだというのはもちろんのこと、それに加えて焼きたてのクッキーということに特別な美味しさがあると思います。焼いている時にオーブンから漂うバターとチョコレートの香りにうっとり、焼きたてはカリッとしっとり。やっぱりこれは取ってしまうカロリー分の価値が絶対にあるクッキーだと思います。どこのお店で買うものよりも自家製の焼きたてクッキーが一番。ぜひご自宅で作ってそれを実感してみてください。これはうちの近くの公園で撮影した映像です。小鳥が地面をほじくっています。雨上がりだったのでおそらくミミズか何かを探しているのでしょう。こちらは公園で見かけたひょうきんなリス。ニューヨークでは割とどこの公園でもこうしてリスがたくさんいます。クッキーを作ってみた感想やご質問、リクエストなどコメント欄にぜひお寄せください。最後までご覧いただきありがとうございました。じゃあまたね。